トヨタイムズ放送部をご覧の皆さん、こんにちは。お昼休みに失礼します。メインキャスターの森田恭之介です。さあ、いよいよ北京2022冬季オリンピックがあさって開幕します。オリンピックモードにギアを入れていこうということで、今日はですね、トヨタが誇る冬のオリンピアンお二人と一緒にお送りしていきます。スケート部の寺尾悟監督、そしてアスリートキャスター小塚貴彦さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さて、寺尾さんは1994年リレハンメル、そして1998年長野、2002年ソルトレークシティ、それから2006年トリノと計4回、さらに小塚さんは2010年バンクーバーオリンピックに出場ということで、せっかくですね、トヨタにはなんと豪華なんでしょう、オリンピアンが、冬のオリンピアン2人もいらっしゃるということで、まずはですね、オリンピックモードに入るためにですね、ちょっとお二人にオリンピックの忘れられない思い出なんていうテーマでちょっと話を伺いたいなと思っているんですが、まず寺尾さんは写真をお持ちくださった、持ってきました。見てもいいですか。これですね、これですね、1998年地元長野で行われました冬季大会で、大会が終わって帰ってきますと。で、名古屋方面に新幹線で着いた時なんですけども、これ周りにいるのがですね、当時大学4年生だったので、大学時代の仲間友人がいるんで、これ何の情報もないとですね、なんかいい成績を取って出迎えに来てくれたような雰囲気にいるんですけども、万歳って感じでそうですね、いい写真ですね。いろいろあってですね、はい、実はですね、長野オリンピックって僕競技人生の中でも、結構ピークな時で、周りからも金メダルを期待されまして、自身もですねメダルを取って、ちょうど22歳、当時はですね結構引退年齢が早かったので、メダルを取って引退しようという青写真を描いていたんですけども、結果的には入賞こそしたんですけど、メダルを取れずに惨敗したんですよね。で、チームとしては東京駅までみんな移動しますと、オリンピックとしてはそこで解散しますと、それぞれ帰ってくださいと。ただしこれちょっと紺色見えづらいんですけど、これ公式ウェアなんですね、長野のオリンピック。この真ん中の寺尾さんが着られているのが公式ウェアなんですね。これは帰るまで切ってくださいと。なので新幹線の中もオリンピックでマークのあるものを着て登場するわけなんで、いろんな人にじろじろ見られるんですよね。目立ちますね。やっぱり結果としてはやっぱ残してないので、もうすごく帰ったらどうしようとか、新幹線の名古屋駅に着いた時にどういった顔で降りればいいんだってすごく迷ってたんですよ、2時間乗ってる間。そうしたらですね、友達が駆けつけてくれて、この入賞お疲れさんということで明るく出迎えてくれたので、また頑張ろうという気持ちになって、本当に大事な起点、まだこれオリンピック2回目でしたので、あとそれから2回、頑張るっていう気持ちになったの、ここの影響がすごく大きかったので、仲間のなんていうんですかね、温かみも感じましたし、スポーツっていろいろなことありますけども、こういったことがあるからこそ次頑張れるといういい経験をさせてもらいましたので、本当にオリンピックいろんなことがある中で選手は戦っているということをぜひ皆さんに知っていただきたいなと思いました。いきなり素敵な話ですね。いい写真でした。ありがとうございます。じゃあ小塚さんも素敵な話が素敵な話なんかこの素敵な話の後でいいのかな。でもね、いい話だと思いますよ。いい話だと思いますよ。何ですかそれ。はい、これ見てください。ジャージ？じゃん。チーム USA って書いてある。バンクーバー2010。はい、そうなんです。これ何ですか？バンクーバーのね、アメリカ代表のジェレミー・アボット選手、一緒に練習をしていた関係もあって、現地でジャージを交換してもらいまして。じゃあこれアボット選手のものってこと？そうなんですよ。アボット選手が着ていたものを譲り受けて、で交換して、で僕も着てたんですけど、だからちょっと使い古した感が。いや確かに着た感じありますね。だいぶ結構着てたんです。着やすいし、僕が欲しいって言って、かっこいいなって、アメリカのジャージかっこいいなと思って、で交換してくださいって言ったんですけども、その期間をね間違えてタイミングを期間中に交換してもらったんですよ。で向こうは向こうで何枚かあったらしい。僕のその日本代表のジャージって1枚しかなくて、で記者会見とかに着ていかなきゃいけなかったんですよ。ダメじゃん。そのジャージをでないから、もうしょうがないから連盟の人に借りました。だから記者会見とかテレビとかに出てるジャージ、僕のものじゃないです。あれ連盟の方にお借りしたものなので。じゃあサイズもちゃんと合ってない。サイズも合ってない。せっかく採寸ねしてもらえるんですよね、あれね。選手として一番気をつけなきゃいけないところですからね。厳しい先輩からの。失礼しました。いやちょっとね、寺尾さんと好対照なエピソードがありましたけども、他にもなんか記者会見の時にハプニングがあったと聞いてます。そうなんですよ。
記者会見の時にですね、はいうちの父親もオリンピックに出てるんですけども、はい記者会見とかに読まれるコールっていうのが高橋大輔さん、織田信成さんっていう風に呼ばれた後に小塚嗣彦さんって呼ばれて、うちの父親の名前を呼ばれてえっと思って、いやさすがにねこうちょっとねなんかこうネームプレートまで間違えてないからこう覗き込んじゃったっていうのをその時の現地のカメラマンの人に抑えられて、その写真もネットニュースに流れてしました。まあそれだけ父のお父さんの存在が、まあそうですね大きかったっていうことかもしれませんけれども、いやーこうやってねオリンピックの話を聞くとやっぱりオリンピックがだんだんと見たくなりますよねということで、あさって開幕する北京オリンピック、そして来月の北京パラリンピック、トヨタイムズ放送部はですね特別態勢で挑んでまいります。今日を皮切りに月水金曜日週3日体制にシフトアップしますよ。北京で戦うトヨタの仲間たちを応援するベイジンスペシャルをお届けしていきます。トヨタイムズ放送部なんですが、放送終了後、YouTube にアーカイブされているのは皆さんご存知かと思います。そして今回からオリンピック・パラリンピック期間中はですね英語の字幕を入れた英語版を放送翌日の16時にトヨタタイムズグローバルの英語チャンネルにアップしますので、そちらもご覧ください。さて北京オリンピック、ね、始まるということですが、ここに出場する GTTA という言葉皆さん覚えてますかね。グローバルチームトヨタアスリートということで我々が応援すべき仲間なんですが、さあその仲間、小塚さん今回、何人いるか知ってますか？いやもちろんですよ。10の国と地域から26名出場します。そして15競技中12競技に出場する、さすがアスリートキャスター詳しい、ということで今回ですねまた我々こんなポスターを作ってみました。ずらーっとどうですか寺尾さん。自分がもちろんやってる競技にこういった選手いるのを知ってるんですけども、思った以上にいるのでこれはほぼ毎日誰かが出場するぐらいのこれ人数ですよね。だからもう毎日毎日応援すべき仲間がいるということで、トヨタイムズ放送部はですねこの仲間とそして彼らを応援する皆さんとつないでその架け橋になれたらいいなということで、東京の時と同じようにどんどん応援の輪を広げていきたいなというふうに思っております。トヨタファミリーでぜひともみんなで北京の冬を満喫しましょうということで、今日はそのための特集に行きますよ。今日の特集はこちらです。今シーズン表彰台率 100%、 モーグル堀島行真を全力応援ということでですね、今シーズン堀島選手ワールドカップ9戦3勝すべて3位以内ということで表彰台率が 100%、 堀島行真選手に今日は注目していきます。先日代表内定直後にですねご本人からコメントをいただきましたのでご覧ください。トヨタイムズをご覧の皆さん、フリースタイルスキーモーグルの堀島行真です。4年前のピョンチャンオリンピックでの失敗からもう4年が経ち、また新たなチャレンジの舞台です。同じ失敗を繰り返さない強さや大舞台で結果を出す強さを見ていただけるように言ってきます。応援よろしくお願いします。はい、ということで、4年前のねピョンチャンオリンピック今話ありましたけれども、前の年の世界選手権で優勝して臨んだピョンチャンに金メダル候補として挑んだんですけれども、結果が11位ということだったんですよね。だからなんですね、なんかこうすごくトーンが落ち着いてるなと思ったんですね。なんかこうやったー出るぞ行くぞみたいな感じではなくて、こうちょっと落ち着いてる感じがね、ちょっと明らかに今心の中で燃えてる感じでしたよ。そういう感じでしたけれども、寺尾さんは同じ中京大学での先輩でもあって、何度か堀島選手ともお会いしていると。はい、大学時代はですね面識がほとんどなかったんですけども、入社してから会社に出社する堀島さんが出社する機会に、スポーツの部にも顔を出していただいて、やっぱり練習の話だったり海外遠征どうしてるのっていう話をしたりですね、あと今堀島さん営業業務部に所属しておりますけども、もともと僕がいた部も同じ部でしたので、一緒に部に行っていろんな方とお話をしたりということですごく今接点があります。で、堀島さんが喋ってると本当に今日も出てくると思うんですけど真面目で、現役時代僕もすごく覚悟を持って練習って、試合にも取り組んでたんですけど、彼はそれ以上もう本当に度がつくほどですね、本当に覚悟を持ってる感じがしましたので、先ほどももう侍のようなこう戦う顔をしてましたけども、
もう本当にそういった覚悟をですね持って、戦っているっていうのをすごい伝わってくる、素晴らしい選手だと思いますね。そのね、堀島選手の姿勢みたいなものは今日の特集の中でもどんどん紹介していきたいと思います。ではまず競技のモーグルという競技の紹介に参りましょうか。小塚さんお願いします。はい、男子モーグルですけども、金曜日の開会式に先立ちまして明日木曜日に予選がもう始まっちゃう。始まっちゃいます、はいはい、そして土曜日にはメダルが決まります。早いということで本当に堀島さんのね結果次第でチームトヨタが波に乗っていけるのかが決まる大事な感じがしますけれども、どうなんでしょう、この序盤に登場っていうのはなんかプレッシャーになるのかどうなんでしょう、選手にとっては。僕もそうだったんですけど、ほとんどが開会式の翌日以降なんですよね、オリンピックっていうのは。で、開会式前っていうことは他の競技、スキー系も含めて競技ってほとんどあまり行われてないと思いますので、周りに競技選手がいたとしてもそれは練習をしている選手ばかりですので、もしかしたら通常のワールドカップとか世界選手権と同じような雰囲気で試合に臨める、もうオリンピックもやってるなっていう感じる前に多分試合が行われると思うので、もしかしたら後半にいろんな選手がメダル取りましたとか今取れてませんってそういうニュースがある中で行うよりも、堀島選手にとってはいつも通り戦える、いい方向に向かってくれるんじゃないかっていうことは僕個人的には思ってます。なるほど、はい、まだ北京自体がそこまでオリンピックモードの雰囲気にはなってないかもしれない。やっぱり開会式からっていうところはやっぱあると思いますので、そこは大きく変わるんじゃないかなと思いますね。そっか、だからそこをねポジティブにはいうまく使ってほしいかなとも思いますけれども、ではですね、このモーグルという競技に挑みます堀島選手を応援するために今日はですね3つポイントを絞りました。こちらです。モーグルってどんな競技、勝負のポイントはターン、堀島選手は投流ということで気になるものがいっぱいありますけれども、最初にモーグルってどんな競技、まずはですね堀島選手の練習映像がありますのでちょっとそれから見ていきましょうか。うわ、このジャンプから速いっすよねこれ。膝もすごい動いてますねこれ。これだけのコブを滑った後にさらにこれいやー、いろんな競技ね、超人技みたいなの多いですけど、これもその一つですね。いや本当ですね、すごいですよね。ということで、今のを見た上でじゃあ小塚さんどんな競技なのかちょっと詳しく説明お願いします。はい、モーグルはコブが連続した急斜面を、滑っていきます。60個のコブを滑るターンと、2つの、ジャンプエアというのがあります。このターンとエアの、採点と滑走タイムというのがポイントになります。ポイントの配分はターンが 60%、エアが 20%、そしてタイムが 20% となります。なんかあれですよね、僕ら普通に見てるとこのエアーっていうんですかね、この飛んだジャンプの完成度で今よくうまくいったどうだったって思うんですけど 20% しかないんですねこれ。そうなんですよ、そこなんですよね。だから逆に言うとですよ、この 60% となっているターンのところですね、これでいかにポイントを確実に取れるかっていうのが大事なんですよね。でさっきの映像にもありましたけど、このコブの間をですねすり抜けるように板をずらすんじゃなくて、よりなるべく直線的なカーブを描きながら滑る、これが、カービングっていうそうなんですが、これが大事だということで、今日のポイントその2がですね、モーグルの勝負を決めるターンについてということで、これはですね堀島選手ご本人が教えてくれました。いかにずれずにその板の動きがラインを描くように滑れてるかっていうのが採点基準で少し比重が上がったので、ターン点を見る中でジャッジが見る点っていうのは状態の安定、このいっぱい60コブがある中でその中でずっとこうやって動いてたらやっぱり減点されるんで、しっかりと姿勢を起こした状態で何事もなかったように滑るとかなり高得点が出る。上半身が、まず一つあって、でその次が吸収っていう点なんですけど、膝の動きがダイナミックに動かせたりとか、膝の動きがそのコブに対して、必要最低限であり、そんなに
動きすぎてないとかで、かつそこは状態とつながるんですけど、頭の位置が変わらなかったりとか、上手に落ちていけると、吸収できてますねっていうことで丸になって、状態と吸収で、そこにカービングっていうところが加わるんですけど、その3つを見てて、でカービングはそのラインっていうところを見てますね。ということでしたけれども、今落ちていくっていう言葉がねご本人からありましたけど、なんか滑るっていうとこうズザーズザーっていうイメージがなんかあるんですけど、ご本人の感覚からするとスススススって落ちていく、なんかそんな感覚なのかなっていうふうに感じましたね。映像よりも多分スピード感あるんでしょうね、ご本人のすごく。そういうことですね。ちなみに今のインタビューって私、9月とか10月とかにしたんですけど、まだシーズン始まる前にお話を聞いて、さっきの代表内定の決まった時の映像と比べると、もうなんか顔つきとかがすごく変わっていて、変わってますね。なんかもう勝負に向かうなんか試合をこうこなしてきて、しっかりとこう勝って自信ついてきたっていうね、っていう違いがあるようなところも感じましたけれども、で今ちょっとじゃあ堀島選手ご自身にモーグルの見方というのを聞いた上で、さっきの練習映像というのをもう一回ちょっと見てみましょうか。もちろんこのジャンプも大事なんですけど、その後ですね、ここ、これあれ確かに頭の位置がね、手でこう下半身隠したら、ね、さっき言ってた上半身動かないとかっていうのがちょっと分かるかもしれない。確かにこの頭の位置と上半身だけがスススススーと降りてくるような、そんなイメージで、ね、滑ってるっていうことで、滑らかですよね、こうやって見るとね。いややっぱりちょっと見え方が聞いてからね見るとさっやっぱりきは膝しか見えてなかったですね。そうですね頭の位置で全然視点が確かに変わってきますね。し、注目するのは本当ジャンプだけじゃなくてっていうね、その間のところも本当に見てくださいと。まさにそのターンをね重点的にトレーニングを堀島選手もしてきたということで、その結果がこの今シーズンの表彰台率 100% というところにつながったということなんでしょうけれども、ここで今日のポイント3つ目に参りましょうか。堀島選手は運刀流ということで、二刀流って言葉は去年散々聞きましたということですけど、2でもなくてもっとありそうだっていうことなんですかね、これはね。森田さん、ここで、番組をご覧の皆さんに問題があります。問題来ました、どんな問題？堀島選手はトレーニングにモーグル以外の競技を取り入れています、それは何でしょうという問題なんですけども、選択肢があります、こちら、1トランポリン、2飛び込み、3パルクール、4フィギュアスケートです。パルクールってあれですよね、街中のもう壁登ったり、そうですね、高いところから飛び降りたり、こもうう前転したりとか、前転したりとかバク転しながら道具使わずにいろんなところをこう移動するようなさあですね。我々ははい、答えは知ってます。そうです。ぜひ今ご覧の皆さんにぜひご覧の皆さんにね、回答いただきたいと思いますけども、ぜひコメント欄に書いてもらってもいいのかなと思います。フィギュアスケートなんて言ったら小塚さんがやってた競技じゃん。はい、フィギュアスケート、そうですね。フィギュアスケート何の役に立つかなとかね。そうですね。要はこれがモーグルの何に役立つかっていうのを考えるとね。僕答えにはちなみにフィギュアスケートの練習でトランポリンは確かに横回転ジャンプ飛ぶのにそっかしたので、飛ぶって点では一緒ですね。はい、なるほどなるほど。はい、じゃあはいいきますか、そろそろ。はい、答えはしてますので、正解はこちらをご覧ください。トランポリンって答えが多いみたいですよ。どうだ？出た。トランポリン。おお。すごい。ちょっと着地した後もまたなんか豪快ですね。いや、僕もトランポリン練習してましたけど、あんなにこう豪快に回ることはできなかったですね。横回転だけなので、横に回るだけで。前はいけないですね。縦回転はできないので、そう、いや、すごい。ちょっと今普通にトランポリンの選手かと思いました。いや、本当に高さもありました。はい。でも実はトランポリンだけではないんです。こちら。あれ？正解一つじゃないパターン。おお、飛び込みなんです。ちょっとこれ堀島さん本当に。だって水しぶきほぼ出てない。それこそね、飛び込みの選手みたいな飛び込みしてますけども。オリンピックレベルですよね。しぶきの量はね、少ない方がね得点高いって言います。そうですよね。まさに
どういうじゃあこれがモーグルに役立つのかっていうところでいくと、高飛び込みっていうのはスキーで反復練習をするとやっぱり着地の時とかに体にドーンっていう負担がかかるということで、水の中に飛び込むとスキーよりも何本飛んでも体への負担が小さいんで本数重ねることができる。回転の練習をしてるわけですね、やっぱり。そうですね、何度も何度もだったりと回ったりともそうだし、それを複数回できるっていうことが今の映像にはあったと。そしてまだある、まだあります。まだある、こなんちらだおうはい、どうぞ。これはまさかパルクールです。ましたね。うわ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 おいいな。もう何をやってもかっこいいです。すごい。すごいな。楽しそうん、う、うん、いやいや、身軽ですね。身軽。すごい。パリオリンピックでは確かこのパルクールは正式種目にはい。なるっていうことですから本本当に二刀流かもしれませんしありで。で、じゃあこれは果たしてモーグルになぜ効くのか、はい小塚さんどうだと思います？なんででしょうね。まあでも今飛んだり跳ねたりしてたので、まあそういったところの体の身のこなしってことですかね。そうですね、まさに身のこなしってところでいくとこれはある意味怪我対策というか、うん。当然モーグルでもうまくできればいいですけど転んでしまうこともあって、でもじゃあ転んだ時に大きい怪我をしないためにこう転び方とか転がる時にいかに体重を吸収できるかっていうことを学べるんじゃないかっていうことでご自身はこのパルクールに取り組まれているということなんですが、寺尾さんどうですか？やっぱり単純に本当に身体能力が高くないとこれはできませんので。確かにうん。ただ練習を積んでるだけじゃなくてやっぱりこれまで積み重ねたものがこういった形に現れているので、もうここまで見ると何でもできちゃうんじゃないかなと思いますそうですね、はい今普通に紹介しますけど全部レベルでできるかって言ったら普通はできないできないですね。ですし、いや本当にトランポリン、それから高飛び込み、パルクール全部正解といやちょっと待ってください。いうことで、まだちょっと待ってください。森田さん、寺田さん待ってください。フィギュアスケート忘れてます。それも正解？フィギュアスケートを忘れないでください。映像お願いします。お、なんか見覚えのあるリンクですね、寺田さん。ここはまさかのすごいまたはい。やってましたよ。そういうフィギュアスケートもやってるんですけども、一回転できないですからね、普通。うんまずジャンプしてましたよね、普今。通に後ろ向きで滑ってましたけど、後ろ向きで滑れないですからね。確かに普通後ろ向きも滑れないし、ジャンプもできないし、そういったところに関してはなかなか難しいんですけども、フィギュアスケートやってくれてね嬉しいです。そうですよね、はいやってもらった方は嬉しい。いやもう本当にでこれについても堀島選手にちょっと聞きましたところですね、フィギュアスケートは何でやるのかっていうと、スキーっていうのは板の幅っていうのが大体10センチぐらい、で、ある意味右左の感覚っていうのはどっちかが分かりやすいっちゃ分かりやすいんですけどフィギュアっていうのは氷に接してる部分はエッジの部分は3ミリうんはい、なんでこれの右左の感覚を感じられるようになればよりその感覚が研ぎ澄まされるんじゃないかと。確かにどうですかこの感覚は？スケートを滑るときって全てカーブを書いてるんですよ。はいはい、でカーブを書いてるときにちゃんとスピードが上がっていく。うんうんなのでまっすぐ乗ってるときってスピードは上がっていかないんですよ。塔で蹴らなきゃいけない。はいはいつま先で蹴らなきゃいけないので。だからそういう意味ではそのカーブを使って右と左のエッジの部分を使っていくっていうのはすごく大切なことなのかなと思うので、これ正解だと思います。逆に僕が例えばスキーを滑った時っていうとスキーの板がすごく厚く感じるので、その右左っていうのをすごく感じやすいんですよね。やっぱりそうなんだ。ということでそういう意味ではすごく右左その左右の足の中のアウトサイドインサイドっていうのを感じる、意識を感じるっていう意味ではすごくいい練習なのかなっていう。そっか、だからお互いにいいわけですね。なるほどなるほど。寺尾さんは、どうですか、そのショートトラックという競技がご専門ですけど、他の競技っていうのは？そうですね、現役時代でいきますと2つちょっと取り組んでいまして、やっぱりそうですか。1つ目がなんと相撲ですよ。相撲これなぜかというと、相撲って組むんですよね、組んだ時にいくら足だけで押したり手だけで押そうとしても相手ってびくとも
しないんですけども、はい、体幹を使って体全体でこう押し上げることによって力が、地面に伝わって相手を押すことができるので、そのスケートにこうつながるんじゃないかということで、いわゆるどんな体勢でもあれって押さなきゃいけないんですね、相撲って組んだ時に。だからショートトラックもかなり角度も出ますし直線もあるということで、力の出し方のヒントになるということで相撲を一つやりました。でもう一つは競輪、自転車ですね。はいはい、で自転車っていうのは、夏冬でオリンピック出てる方もスケートは多いんで、やはり自転車こぐっていうのはなんとなくイメージできると思うんですけども、僕のその競輪の練習っていうのは、例えば運転にぶら下がってこう自転車ってこうこぐじゃないですか、はい、それを逆さにした状態で手だけで支えて体をこう体幹を上に引き上げて、この体幹をこう掴んだ状態で自転車を回す、足をこう振り上げるっていうので、これ手の力とこの体幹の力がないとどんどん下がってきちゃうので、そこを上げたままさらに足をもがくと。僕らもがくとやってますね。そういったことをやることによって、いわゆる力が、僕らの場合足なんですけども、2点しか氷の上に乗ってない状態でもその力をうまくどんな体勢でも、これ相撲に近いところなんですけども、力を発揮できるということでやってましたので、堀島選手の場合どちらかというと種目としては新しいとは思うんですけども、なかなか歴史があると昔の練習をどうしても続けてしまうことはあると思うんですけども、全くそういった概念なくですね、いいところ、いろんな競技の練習のいいところを積み重ねることによってさらに競技力上がっているというふうに思いますので、スキーの板が10センチですよね、フィギュアが3ミリ、ショートトラック1ミリですからぜひショートトラックもですね挑戦してもらうと、逆に僕らもなんかヒントをもらえるかもしれないですね。確かにぜひ見てみたいと。ぜひトヨタアスリート同士の交流でね、そういったところを取り組んでいってもらいたいなと思いますけれども、さて、堀島選手の強さの秘密を我々なんとなく分かってきまして、応援により力も入ってくるのかなと思います。で、これ明日から予選が始まりまして、土曜日が決勝ということで、さっき小塚さんからもありました、メダル取って、ぜひねスタジオにも来てもらいたいですよね。いや本当に楽しみにしております。いよいよ、日本時間のね、毎週水曜日にこれをお送りしているトヨタイムズ放送部も、今日から大会期間中は月水金と週3回お昼に放送してさまざまな、GTTA の皆さんを応援していきたいと思っております。日本人選手だけじゃなくて本当に世界中にトヨタの仲間 GTTA いますので、世界のトヨタの仲間にも番組に出てもらいながら北京を満喫していきたいなというふうに思っております。さあということでですね、今日の特集なんですが、最後にですねちょっとご覧いただきたい映像がございます。中国のトヨタ事業体のメンバーがですね、世界中のこの GTTA を北京に歓迎する応援動画というのを制作してくれました。これをぜひ見ていただきたいんです。ちなみに途中のシーンでですね、家族の役で出演してくださっているのはそのトヨタの中国事業体の TMCI の従業員の皆さんです。今日はちょっとそれの編集バージョン、ちょっと短い3分ぐらいの映像をご覧ください。家族。 Dear GTTA athlete, the 40,000 employees of Toyota China welcome you to the Beijing 2022. Affected by the epidemic, this time you may not be able to experience Chinese culture, so Toyota China has specially made this video for you. In Beijing, it is possible for you to take a ride on clean energy vehicles, including hydrogen fuel vehicles provided by Toyota for Beijing 2022 Winter Games. In our ride, you may see Chinazhen and other ancient buildings like the Great Wall, which is known as the World Cultural Heritage. The Olympics coincide with the Chinese Spring Festival. People will decorate with red-colored elements such as Spring Festival couplets, window gills, and red lanterns. The color red represents peace, joy, and success in Chinese culture. 你好，你好，谢谢。不客气。欢迎欢迎。 Dumplings are a traditional Chinese food. During the Spring Festival,
family members make dumplings together to symbolize reunion of the family. Due to the epidemic, we cannot all come to the scene to support you. But 40,000 Toyota employees in China will definitely cheer for you in front of the screen. Keep it up. We will be waiting for you. はい、ということで、今ちょうどね中国トヨタの方々もコメント欄で参加してくださってるみたいで、ご覧になってくださってるということで、ニーハオ見てくださってる、ありがとうございます。動画本当になんかこういうのを見ると始まるなと。いやでも本当にいいですね。こう世界中にこう仲間がいて家族がいて、本当にこうね応援してもらえる環境ってすごく心強いですよね。強いですね。4万人もいるんですからね。そうですよそうなんです。本当に今回も東京の時と同じですけど、我々現地に応援に行けないというところがありますけれども、我々この放送部を通じてですね応援の輪を広げて、本当に選手が一人じゃないんだというところをどんどんお伝えしていければなと思っております。北京オリンピックあさって2月4日金曜日開幕です。さてトヨタイムズ放送部が注目しているの北京オリンピックだけではありませんということで、ここからはですねトヨタアスリートの結果と競技の予定をご紹介していきましょう。まずはアルバルク東京です。先週水曜日西地区2位で好調の名古屋ダイヤモンドドルフィンズに惜しくも敗れました。連勝が10でストップしてしまいました。これすぐに切り替えたいところだったんですが、先週土日の試合が中止、そして今週水曜日、さらに今週末強豪千葉ジェッツ戦も残念ながら中止となってしまいました。続いてラグビー部トヨタヴェルブリッツ東芝ブレイブルーパス東京相手に勝ちました。ここまで2試合が不戦勝ということで、コンディションやモチベーションの維持というのが難しい中ですね、スクラムハーフの福田選手、アグレッシブなアタックとディフェンスで80分間チームを牽引、独走トライも決めまして、チームを新リーグ実戦初勝利に導きました。続いてモータースポーツの話題も一つお届けします。今年からウェックチームの代表も務める小林可夢選手がですね、先週末ルマンと並んで世界三大耐久レースの一つと言われるデイトナ24時間レースに出場しました。といってもですね、これトヨタ車での出場ではありません。書いてあるようにキャデラックなんですね。2019年から出場してまして2回優勝、去年は2位、今回は総合11位でした。これカムイ選手ってトヨタのドライバーなんじゃないのなんていう風にキャデラックで出ていいのなんて思われるかもしれません。ただですね、今のトヨタはそうではないと。他の車も知ってくれていた方がトヨタの車がいいのか悪いのかも判断できる。だからドライバーにその意思があれば他の車にも乗ってきてほしいという、そんな考え方からこういうことも起こるということなんだそうです。そして今回ですね、こんなやり取りが、実はありました。これカムイ選手の SNS なんですけれども、自分なりの区切りとして来年はもう他メーカーでは出ないつもりというふうにつぶやいたんですね。でこれはベックのチーム代表に就任したからその区切りということなんだそうなんですが、これに対して豊田社長、他メーカー出ないのという返信がありました。カムイ選手は一旦代表に集中しますというふうに返していました。カムイ代表、自分のやることリストの2023年ルマン優勝という目標は絶対成し遂げたいので、それを優先にというふうにおっしゃっていました。放送部でもぜひともこの新体制のベックにも注目していきたいと思いますと言っていたら、さらに今度は WRC のラリーの方ですね、オジエ選手がそのウェックに参戦するっていうニュースが入ってきました。そしてそのテストの現場からですね、メッセージ動画を送ってくれました。まずそちらご覧ください。Hi everyone, it's Seb Ogier. I'm here in Aragon, just ending 2 days of testing with the WEC team. It's been really
a pleasure. Really enjoy the ride and happy with the progression. So good fun. Also a privilege to have tested the both car from Toyota, the both hybrid car, the Yaris GR last week in Monte Carlo, where of course the system hybrid in rally is only at the beginning of his story, and there is many points to improve and give him even a bigger importance in the future. But here in the WEC, obviously I felt that the system invests in many years, and it's very enjoyable to drive this car. So yeah, keep you updated for the future, and thank you for the support. Bye bye. はい、ということで、オジェ選手からのメッセージでした。ありがとうございます。なんかあれですね、オジエ選手って指導を走る、ね、ラリーの選手なんですけど、あれですよね、サーキットも走るんですか？まさにそこなんですよ。オジェ選手は WRC の選手ってことはラリー、要は公道をね、走る。そうですよね、公道ですよね。だけど今やってるウェックっていうのはサーキットのレースですから、そういうことなんですね。でしかもですね、カムイ代表のトヨタガズーレーシングではなくて、リシャール・ミルという時計ブランドがスポンサーのチーム、もちろんこれもトヨタ社ではないということなんです。でオジェ選手は今シーズンからその WRC、全部には参戦しないというふうに、先日もお伝えしたんですけれども、代わりにこうやってサーキットのレースに出るっていうことだったっていうのが分かったと、もちろんねルマンも出るということでしょうし、だから楽しみなのはラリーのレジェンドはサーキットでも速いんだろうか。どうなんでしょうね。どうなんだろう。だからサーキットでも速かったらこのままもうウェックのトヨタチームに参戦みたいなこともあんのかなとか、いろいろちょっとカムイさんにも聞いてみたいななんて思って、なんかいろいろ想像膨らみますね。しました。はい。さあここからは競技の予定に参りましょう。まずですね、ジャパンパラアルペンスキーの大会にですね、森井選手が出場します。北京パラリンピック前最後の実戦の場となります。そしてラグビー部トヨタベルブリッツはリコーブラックラムズ東京とパロマみずほラグビー場で対戦。今シーズン初の地元開催ということで、個人技が強いリコーに対してトヨタが反則せずに組織でディフェンスできるか注目ということです。さらに別府大分毎日マラソンに陸上長距離部の西山雄介選手が出場します。これ西山選手にとって初めてのフルマラソンということで、目標は3位以内だそうです。以上、トヨタアスリートの結果と予定をお伝えしました。さてここからは再びオリンピックの話に戻りまして、スケート部監督の寺尾さんとアスリートキャスター小塚貴彦さんとお送りしていきます。いや今日が2月最初のトヨタイムズ放送部ということで、したけれども、北京オリンピックがいよいよ始まります。改めてお二人に聞きたいのが、楽しみなポイント、どんなところを楽しみにしてますか？実際やっぱり開会式の翌日からショートトラック、吉永選手いますので、そこがまず楽しみですし、同じ時間ですよね、堀島選手の決勝とショートトラック夜7時半から現地で始まりますので、もうテレビ行ったり来たりっていうことになりそうですので、ちょっとチャンネル忙しい感じ、もうそれはもう初日からもう全力で楽しみですから、そのショートトラックもモーグルもですね、スタートに皆さんぜひ応援していただきたいなと思います。熱がこもってます。やっぱりフィギュアもあります。フィギュアも、2月4日からね、もう団体戦も始まります。そこにもしかしたら宇野選手もね、登場するかもしれないので、まだ発表されてないのでどこで出るかっていうのはまだ決まってませんが、その後個人戦には絶対に、ね、出場しますし、 GTTA もねたくさんまだまだ出てきますからね。そうなんですよ、フィギュアも GTTA 対決もありますしね。いや本当にちょっと楽しみになってきました。その楽しみなオリンピックに向けてはですね、期間中特別体制月水金の放送3回あります。でゲストに来週じゃない、つまり次の放送が、今日が水曜日なんで、今週の金曜日にもうある、あさってにあるということで、次回の放送についてお伝えしておきます。あさって金曜日、ゲストにですね、現役のトヨタアスリートスノーボードの神野真之介さんが来てくれます。神野さんが来るということでスノーボード特集、6人の GTTA が出場するこのスノーボードという競技を深掘りしますので、現役選手が語る魅力っていうのはまたちょっとこれは見逃せないんじゃないかなと思います。金曜日が普段は忙しいよという方はぜひアーカイブでご覧いただければと思います。さあ今日も、お付き合いいただきまして皆さんありがとうございました。トヨタイムズ放送部、ここまでのお相手は森田京之介と小塚貴彦と寺尾悟でした。
それではあさって金曜日のお昼にワントヨタ。悔しくて泣き叫んだ日、誰にも甘えられない日々、孤独にファンを抱いて幕が上がり、さあ始まるこのストーリー、刻みたいなもうヒストリー、狙うのはてっぺんのヒーローヒーロイン。 We ultimates, we gonna make it shine. Oh, 飛び込むんだスポットライト。Some days that I couldn't show myself, with loneliness in my heart. We all teammates, we gonna make it shine.